皆さん、こんにちは。今回は、ハンダ付けですね。モーターのこの部分。失敗される方がたまにいらっしゃるので、ちょっと自分なりにこんな感じで付けていってますっていうことを今回ご紹介したいと思います。リアルドリモーター NA ですね。大変好評いただいて、ありがとうございます。こちらですね、コアの方がスモール、ダウンサイジングコアということで、ちっちゃくなってるんですけれども、この端子のところもですね、540よりちょっとちっちゃくなってるので、ちょっとハンダ付けが苦手な方とかですね、あんまりやったことない方とかが、100人のうちに1人、希少なんですけど、ただ、チャレンジされるっていうことは、すごい、いいことなんじゃないかなと思うので、失敗をしてもらいたくないんですけど、恐れず、チャレンジしていただきたいなと思います。で、ですね、ハンダ付けする際にこういうペーストっていうのが売ってあるんですよね。これこういうヤニかな、ちょっと油分があるやつで、つけたところの、温度を上げる、感じになって、ハンダ付けすごいしやすくなるので、こちらを使うのをお勧めします。で、今回ですね、これ失敗したんで、どうにかなりませんかっていうのが送られてきたので、ちょっと、どんな感じになってるかですね。先ほどの写真の部分ですね。端子のところから中に結構入り込んじゃってるんじゃないかなと思うんで、一回開けて中の状態をちょっと確認してみようと思います。こんな感じでだいたい3つついてるネジを外せばですね、ここの表側のですね、3つ緩めれば後ろ、外れるはずなんですけれども、なんかがちょっとひっついちゃってるのか、邪魔して、なかなかちょっと取れなかったんですよね。だいたい前側3つでしか止まってないので、この時点で本当は取れるはずなんですけど、なかなか後ろのこのケースが取れないっていう状況でですね、きっと中で何かが起こってるんだろうなと思いつつ、ただせっかくなので、壊しててなければ使いたいので、なんとかちょっと開けるように頑張って壊さないように、構造的にはもう外れていいんですけどね、これなかなか取れないですね。ちょっと頑張って外してみました。なんとか外れました。じゃじゃーん。なんじゃこりゃ。なんかハンダがすごいことになってました。これ多分あそこから端子からこう流れてきてですね、多分この辺に溜まってセンサーのところに引っかかって後ろのケース外れないような感じになってたみたいですね。なかなか、注ぎ込まれてますね。本当初めての方とか苦手な方っていうことだったんだと思うんですけれども、なんとかハンダを溶かしながらですね、うまいこと無駄な部分を取り除いてやったら、なんとかこの接点のところはなんとか大丈夫そうでした。で、チェックしたらですね、とりあえず動きそうだったので、これ販売はできないので、自分のマシンに使おうと思います。ダメだったらもう一個新品で買いますって言われてたんですけど、そういうわけにもいかないので、今回ちょっとこのイーグルさんの、これをつけて送り返してあげようと思います。で、ですね、この端子の部分、これですね、メッキ加工されているので、そのままハンダをつけ、なんて言うんでしょうね、つけると、やっぱりこう、ツルツル滑るような感じになるんですよね。なので、ハンダ付き苦手な方はですね、また次配線つなぎ直すとき同じことになりそうだったんで、こういう端子売ってあるので、これイーグルさんのやつですね。これ端子の先っちょがちょうどこう平らになってて、この平らな面と端子の平らな面、ここを、ハンダ付けするような感じで、やるとですね、ハンダ付け自体もやりやすいですし、次、これずっと使ってると接触悪くなったりとかもするんで、次もこういう端子をつけてもらうと、安心つけやすいのかなと思うので、今回端子をつけてあげて送り返してあげたいと思います。この部分ですね、ここが、端子の根っこの部分はひっつい
ってなくても、この突き刺す方がちょっと大きくなってるんで、このスペースとかも考えながら、このペーストですね。これをつけて、ハンダ付けをしていこうと思います。これはですね、あんまりベタベタつけると、えらいことになるんで、そんないっぱいつける必要はない感じですかね。そして、モーターをハンダ付けする際ですね、モーターを、そのままやるとモーターゴロンゴロン転がっちゃうので、これを固定していきます。R9 さんがいらっしゃってやってた時は、テーブルにテープで固定されてましたね。滑ると、せっかく綺麗につけようと思っても転がってしまってもう一回やらないといけないとかなるので、これ自分はこういうラジオペンチですね。ペンチのここにちょうどいい感じで挟まるので、それを輪ゴムで、ちょっとテンションかけて外れないようにしてあげると、このペンチのもうそこそこ重さがあるので、しっかり固定できるので、こういう方法で自分はやってます。で、ペーストを、適量塗って、で、それからですね、まず、このひっつける部分ですね、端子の部分と、つける、部分に、これでちょっと、本当ちょっとするとペーストビューっと溶け始めるんで、ここにハンダをちょっと流し込んで、もうちょっとだけですね。で、こう温めてると、あくまでもそのハンダを温めるんじゃなくて、下のつけるところを温めて、そこにシュッとなじませる、ような感じですね。シュッとなじんでしまえば、ハンダがしっかりついてくれるので、はい。もしですね、このペーストがないっていう時、自分の場合なんですけれども、このメッキ加工されてるところってつかないので、ちょっと表面をですね、こういう耐水ペーパーで、傷を入れるじゃないけど、メッキに、馴染みやすくするためにですね、こういう感じでペーパーでゴシゴシと。これ傷が入る、傷がちょっと表面にガザガザなるような感じまでですね、しっかりやってあげると、ハンダが馴染みやすくいいので、自分はこんな感じでペーストがない時には、やってつけるようにしています。ハンダをつけるのはまた同じような感じですね。ハンダを温めるんじゃなくて、このつけるところの台ですね、つける部分をしっかり温めて、そこの熱でハンダを溶かすっていうイメージですね。そうすると、ハンダが溶けたのがシュッとこう馴染んでくれる瞬間ができますので、そこまでちょっとでもなってれば、大丈夫だと思います。端子ですね、3箇所あるので、あと2箇所の方にもハンダを、なじませてあげときます。ペーストを塗って、また同じようにですね、ハンダで、しっかりつける部分を温めて、そこの熱でハンダを、溶かすイメージですね。でしっかり溶かして、なじませるとシュッとなりますんで、そのシュッとなる感覚が分かるようになれば、ハンダ付けがまた3倍ぐらい楽しくなるんじゃないかなと思うので、まだ慣れてない方はですね、その瞬間を感じれるように練習をしていただければ、よりハンダ付け楽しくなるのかなと言っても、自分も楽しいって思ってやってるわけじゃないんですけどね、やらないと走れないのでっていうことで仕方なくやってるんですけど、楽しくはなると思います。こちらのですね、反対の端子の方のつけるところにも、ペーストをこんな感じで、ちょっとつけて、で、またこっちもですね、同じような感じで、ハンダを、なじませる感じ、つけるっていうよりも、ここにこう、シュッとなじませる。シュッと、はい、なじませるような感じで、つけてあげて、これですね、僕はこういう、ちょっとラジオペンチに挟んでやってるんですけど、下がですね、燃えやすいところじゃないところで、やるようにお勧めします。ハンダがちょっと落ちたりですね、熱持ってる状態で下に落ちたりすると、下の台に焦げがついたりとかですね、そういうのもいけないので、こっちも同じような感じでつけたのを、ひっつける部分をこうやって方向を合わせて、はい。で真ん中からつけていこうと思います。ちょっとですね、
距離ですね、外側の2つ2箇所は端子がひっつかないぐらいの距離感を保ちながらつけないといけないので、まず真ん中の基準としてですね、これはどっち側にもハンダがシュッと馴染んでる状態なので、それが熱でですね、どっちともがシュッとこうドロッと溶けるような感じに温めてやれば、もうひっつきますんで、こんな感じでしっかり両方ですね、モーター側と端子側、ハンダが、ドロドロっとなってるような感じになって、あとその状態で位置を合わせると10秒ぐらい我慢してですね、プルプルせずにしとくとこんな感じで、つきます。はい。綺麗についてますでしょうか？ついてますね。はい。こんな感じで、ハンダ付け自体はですね、こんな感じでやればいいのかなと思います。で、これですね、あと、横の方ですね。あと2つ、同じような要領で位置を合わせて、端子側とモーター側のハンダが、ドロドロっとなってピトってひっつくような感じにして、また、それが固まるまでプルプルならないように我慢してやるっていうのを繰り返します。そうそう。ですね、自分これ今使ってるハンダゴテですね。これは多分精密機器の、ちっちゃい本当ハンダをする部分に使う先っちょのこの尖った感じなんですよね。でも、本当はですね、先がちょっと刃切りになってるようなやつがあるんで、そちらを使うようにお勧めします。これですね、熱入る部分が、すごいこう、難しいというか、狭いので、ちょっとこうやってこう苦戦したりとか、してしまうんですよね。しっかり熱がまずこのつける部分にしっかり通るっていうことが大事なので、自分はこの細いやつで頑張ってちょっとやってるんですけど、いつもですね、刃切りになってる先っちょ買いに行こうと思って、忘れちゃって、慣れればですね、できないこともないんですけど、刃切りになってる形のやつがあるんで、そちらを、おすすめします。こんな感じで2箇所、つきましたね。つけたらですね、反対側の端子ですね。これは反対側の端子の頭の方が大きいので、これをつけた時に、頭同士がひっつかないような距離感ですねに調整して、つけていくといいと思います。
はい、モーター側は3箇所ですね、端子の方、ハンダ付けできました。で、ここに、こういう感じで配線をですね、今度は反対側の、方に、これはハンダ付け苦手な方でも、そんなに気を使うような感じじゃないので、できると思います。ちゃんとハンダ付けできてるかどうかですね、つけたところをしっかりこうちょっと力を入れてみたりとかして、結構がっちり、ちゃんとついていると思います。はい、そしたらですね、この反対側の方も、ハンダ付けをしていきたいと思うんですけれども、これも固定をしっかりしないとハンダ付けしにくいので、やっぱりまず準備じゃないですけどね、このしっかり固定することができるようにちょっといつも考えながら、やってます。これもこんな感じでラジオペンチに挟んで輪ゴムで留めてあげるとしっかり固定できるので、こんな感じでやろうかな。でもつける方向的にですね、はい、いろいろ、どうやってつけようかなって考えたんですけど、ハンダはですね、溶けると重力で下にこう落ちていくので、いろいろ考えた結果、配線を下から上に立ち上げて、端子を上からポコッとつけるような感じにしようかなっていうことにしました。まずはですね、さっきと同じようにつける部分に配線側とですね、端子のひっつける部分にハンダをシュッとなじませておきます。はい。つけたいところに乗せて、はい。こんな感じですね。これは端子側にもちょっとだけハンダはシュッとやってますんで、こんな感じにしてあげて、この横に穴があるんでですね、ここからしっかり配線のひっつけるところと端子のひっつけるところをしっかり温めてあげて、そこにハンダを流し込んで、ハンダがシュッとなる、はい、シュッとなるまでですね、ひっつける部分を温めてやると、ひっつくと思います。
で、ハンダ付けができたらですね、この部分に収縮チューブをですね、つけてあげて接触しないようにですね。で、これがですね、ちょうど今手元にあった収縮チューブが配線と同じぐらいにちょうど大きさでですね、こうやって入らないんですよね。で、こういう時は、自分はなんですけど、こういう感じでラジオペンチに挟んで、ちょっとキュッキュッと、こうキュッキュッ、キュッキュッ、ちょっとずつですね、キュッキュッと広げてやると、ちょっと伸びますんで、これ頑張って広げすぎるとプチッと切れちゃうんで、切れないように、まんべんなくですね、一周こうやって回してやると、ちょっとずつほら直径が大きくなってるのがわかりますか？はい。こんな感じで直径を、よっぽど大きさが違わなければ、ある程度これで、どっちにしてもですね、熱で、ライターの熱とかで、火とかでですね、シューッとこう、ちっちゃくするので、こういう切れない程度に引っ張って広げる感じで、使えば、ある程度は使えるのかなと思います。はい、こんな感じでですね、残り2本の、端子もつけていこうと思います。同じようにペーストを塗って、しっかりハンダをシュッとなじませてですね、で、つけてあげると、すぐつきます。で、出来上がりですね、こんな感じで、収縮チューブで接触しないように一番近いところを押さえてあげていいと思います。最後に動作チェックして、完了です。